What's going on, guys? はい、皆さんこんにちは。殻を破って自分らしく、鶴の殻破りチェルマックです。今日はアメリカに住む魅力って何だろうって考えた時に浮かんでくることを皆さんにお伝えしていきます。題して、これだからアメリカ生活やめらんねえのよ。この動画を見れば、やっぱアメリカいいなとアメリカに住んでみたくなること間違いなしです。でもアメリカに住むハードルはすごい最近高くなってきてて、そのことについては後ほど動画を撮って詳しく説明しようと思っているのでお楽しみに。この動画の最後には僕が思うアメリカ移住に一番大事なことをこっそり教えちゃいますので、最後までお付き合いください。それでは殻を破って自分らしく、鶴の殻破り、早速行ってみましょう。でですね、世界にはアメリカ以外にも住みやすい国がいっぱいあるとは思いますけれども、しかもアメリカはビザが取りづらいだとか危険だとか、住むとなるとネガティブなイメージがつきまとうことが多いんですよね。でも実際に海外に住む日本人の数が一番多いのがここアメリカなんだよね。ざっと見て50万人の日本人がアメリカに住んでいるらしい。すごい数だよね。それだけ日本人にとって憧れの場所で住みやすいからなんだろうけどね。英語が使えるっていうのも大きいかもね。実は僕も子供の頃からテレビや映画で見るアメリカの何とも言えない魅力に取りつかれて、いつかは住んでみたいなと思っていたものです。そんな僕もね、渡米してかれこれ今年で19年。時が経つのはすごい早い。そしてまだここに住み続けてる。でね、今回はこれだからアメリカ生活やめらんねえのよと題して、僕が思うアメリカの魅力を3つお伝えしていきますね。まず1つ目は、アメリカが持つ個人主義的考え方と多様性がやめらんねえのよ。実はこれは僕が今でもアメリカに住んでいる一番の理由なんだよね。一言で言うと、自分らしく生きることができるっていうことかな。人の目や意見を気にすることがないから精神的に楽なんだよね。これはアメリカに限らず欧米諸国は大体こんな感じだと思うんだけどね。要は日本は集団主義を重んじるのに対してアメリカは個人主義だからなんだよね。自分は自分、あなたはあなたという考え方が浸透してる。私とあなたの見た目が違うように考え方が違うのも当たり前というもの。人と違うのは悪いことじゃなくて、それは個性であって自分が持つ特徴なんだよね。僕はこの考えが大好きなんです。僕は最初アメリカ人ってすごい自分勝手だよなって思ってたんですけれど、それは自分のありのままを出して生活していることの裏返しであって、僕もだんだんと個性を隠して生きていくことなんてそんなつまらないものはないよなって思えるようになってきたんですよね。20代前半の僕は考え方が人と違うなっていうことにすっごい悩んでて、他人が僕のことをどう思っているのかっていうのにすごい気にしてて、その人に嫌われないようにすごい自我を殺してたっていう思い出がありますよね。今考えるとすごいゾッとするけど、でも今はね、その自分の個性を生かして生活できてるっていう気がします。はい、動画の途中ですがご視聴ありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録のボタンのクリックをよろしくお願いします。励みになります。それでは動画の続きをどうぞ。そして何より嬉しいのはアメリカが自分を受け入れてくれてるっていう気がします。皆さんも知ってると思うけど、アメリカはいろいろな国からの移民で構成されている
人種のるつぼって言われてるよね。違いを受け入れる土台があるっていうこと。も宗教も家族構成も性的指向も様々で、いろんな人が住んでるんだよね。それによって僕の視野はすごい広がったなと思ってます。はい、これだからアメリカ生活やめらんねえのよ。2つ目はアメリカのスケールが半端ないからやめらんねえのよ。そうなんだよ。アメリカはどれをとってもスケールが桁違い。なんでも日本のそれとはスケールが違いすぎる。いい意味でゆったり広々としてて窮屈さがないのがいいんだよね。そりゃニューヨークなどの大都会は例外だけど、国土にしても日本の25倍もあるんだよ。グランドキャニオンなどの日本では見られないような素晴らしい自然がそこら中にあります。オフィス環境もゆったりしてて大きめ。自分のデスクなんかもすごい大きいです。それとアメリカの住宅は日本の家よりもかなり大きめで、プール付きの家なんていうのも珍しくないんだよね。映画でよく見る住宅あれです。大きいことが全ていいこととは限らないけどさ、でも大きいということはそれだけ余裕を持って暮らしているっていうことかな。僕はこのアメリカのスケール感っていうのが大好きですね。はい、そしてこれだからアメリカ生活やめらんねえのよ。最後はアメリカが持つ時代の先取り、可能性、将来性がやめらんねえのよ。芸術とかスポーツ、文化、技術研究などの分野でいつも革新的で最高の技術を要しているのがアメリカで、日本では体験できないような魅力的なものやことが溢れているんだよね。僕はスポーツをするのも見るのも大好きなんだけど、そういう環境が身近にあるっていうのはすごく魅力的。また一流の音楽やアートも楽しめるし、アメリカには世界をリードしている IT や技術系の企業もたくさんあるよね。こういう一流の会社や産業に高いスキルを持った人たちが世界中から集まってきてるんだよね。だからアメリカにいると一流を感じることができるんだよね。給料についてもあまり上がっていない日本と比べて仕事にもよるんだけれども、アメリカでは実力さえあれば高収入を得ることができるんだよ。将来性と可能性はすごい大きいよね。これだからアメリカ生活やめらんねえのよ。どうだった？感想は人それぞれだと思うけど、僕がアメリカにまだ住んでいるっていうのはやっぱりこういうアメリカの魅力に取りつかれているからなんだろう。なんか日本は住みづらいなと感じている人は夢大陸、ここアメリカへの移住を計画してみてはどうでしょうか。特に若い人はアメリカには無限の可能性があるっていうことを理解して今から準備をしておくといいと思うよ。今後僕の体験談なんかも動画にしてこのチャンネルに載せていこうと思っているのでお楽しみに。それでは今日のポイントで、アメリカで仕事をゲットするために一番大事なことは何だと思う？それはね、英語プラスアルファの専門知識。例えばこっちで仕事しながら生きていくためには英語ができるだけではちょっと厳しいんだな。残念ながら英語プラス何らかの専門知識があると企業が優遇してくれるようになってくんだよね。僕の場合はその専門知識が日本でやってた建築デザインだったわけなんだよね。でもね、分かってると思うけど、僕が順風満帆でアメリカ生活を 100% エンジョイしてアメリカが好きでたまらないかというと実はそうではないんだよね。予想はつくと思うけど、アメリカ生活そんな甘くない。僕はね、今までアメリカの闇の部分も結構見てきたんだけど、それはね、世界に誇れないアメリカの負の部分で、それこそが本当のアメリカの姿なのかもしれないけど。ということで次回の動画ではざけんなアメリカもう無理ゲーと題してアメリカの闇の部分に迫ってみたいと思うのでお楽しみに。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。この動画ためになった、面白かったという方はいいねボタンとチャンネルの登録をよろしくお願いします。とても励みになります。それではまたね。チェルマクでした。Bye for now.